どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前紹介した90センチレイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄の再生リストから見てみてください。前回は陰性水草が調子良すぎて、もはや下半分が暗黒と化している状態をお届けしたんですが、今回はついにこの問題を解決するべく動きます。なかなか大掛かりなプロジェクトになりましたので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、前回までは苔まみれになっていた水草たちが大和沼エビを投入することできれいになり、調子づき始めたところまでをお届けしてました。状態が良すぎて困ることは自分の水槽ではあまりないんですが、さすがにこのままだとレイアウト水槽という体裁が保てないので、そろそろメスを入れていきます。正面から見ると本当にすごいですよね。下半分の光が水草で完全に遮られているのは圧巻。それでも成長に問題がない陰性水草の強さを感じますね。というわけで対処していくんですが、最初に着手するのは流木に活着させていた南米ビローモスです。このビローモスは厄介で慎重に作業しないと周りに飛び散って大変なことになります。これをピンセットで剥がしていき、間引くことで現在の状態をリセットする算段です。それにあたって作業をしているんですが、ビローモスの中って結構糞とかが溜まりやすく、毎回プロホースで吸い出してはいるんですが、少し動かすだけでゴミが舞ってしまいます。おまけにちらっとピンセットで裏返してみると、もさりすぎて下の方の葉は完全に枯れてますね。流木に活着している下部分が枯れてるんだから、そりゃこんだけ浮くはずです。このまま思いっきり剥がしてもよかったんですが、なんかゴミが舞いながら作業するのは精神衛生上よろしくなかったので、一旦プロホースで水を吸いつつ、ピンセットでその隙に剥がすことにしました。これが結構うまくいって、被害は最小限に抑えられた気がします。大型水槽のいいところは、水量が多いからこうやって水を抜きながら作業ができるところですね。30センチキューブ水槽だったらあっという間に水がなくなって作業中断することになります。こんな感じで剥がし終わったら、周りに浮いている枯れたビローモスを吸い取ります。やっぱ結構枯れてましたね。ピンセットでちょっと持ち上げるだけで取れたんで、ほとんど活着してはおらず、ただ引っかかってただけっぽいです。このプロホースを使いつつのウィローモス取り出し作業がうまくいったので、後ろの方のウィローモスも同じ方法で取り出していきます。プロホースを操りながらいいアングルで撮影をしつつの作業はなかなか大変でしたが、なんとか画角に収めることができました。手前のウィローモスも取っていきます。こちらも全く流木に活着していませんでしたね。気持ちいいくらいベラリと取れました。そんな感じで右側のビローモスはあらかた取れたので、仕上げに舞っているゴミをプロホースで吸い取ります。こういう作業をちまちましていかないと視界が悪くなって作業効率が落ちるんですよね。そんなに気にはしてませんが、やっぱり生態にも良くはないでしょうし。続いては中央やや右に配置していたミクロソリウムウィンドナロー系を取り出していきます。このミクロソリウムは最初に石に活着させていたものを流木の隙間に配置しているもので、簡単に取れると思ってました。しかし意外にも周囲のレイアウト素材に根が活着しており、取り出すのに苦労してます。本当、水草の生命力ってすごいですよね。続いては左側の作業に移っていきます。こちらも先に片付けておかないと大変になる南米ウィローモスから着手します。先ほどはいきなりウィローモスをいじって派手にゴミをぶちまけたので、先に周囲をプロホースで掃除してから取っていきます。持ち上げるとこんな感じで簡単に取れました。ひっぺがすとやはり先ほど同様活着している部分は完全に枯れて、ウィローモス同士が絡み合うことで塊を維持していたようです。隣のウィローモスも何の抵抗もなくスルリと剥がれ落ち、これはこれでやりやすかったですね。皆さんはこんな風になるまで放置しないようにしましょう。下段のウィローモスも取っていきます。
こちらはほとんど糸で固定してたため、流木に接着跡とかがないのがいいですね。まあ接着剤の方が圧倒的に楽なんですけど。続いてはこの主のように成長してしまったミクロソリウムナローリーフを取り出します。最初にピンセットで取ろうとしたんですが、この塊たちの活着度合いは先ほどのウィンドナロー系の比じゃありませんでした。ピンセットだと全く刃が立たず、親株にくっついてった新芽しか取れません。というわけで急遽予定を変更し、先に周りのゴミをプロフォースで吸い取ってから手でむしり取ることにします。さすがにその作業は撮影できなかったので割愛。あらかた水草を取り終えたので続いての作業に移ります。まずは低床を掃除しつつ一定のところまで水位を下げます。流木が露出するところまで水位が下がったら、網旗の接着剤で流木と石の接着を補強します。実はこの右側の流木、結構前から接着剤が取れてしまってて、メンテナンスのたびにスクレーパーにぶつかって動きまくってたんですよね。レイアウトが動くことに極度のストレスを感じる自分は、この問題だけは真っ先に解決しないといけないと思ってました。ちょっと不格好にはなりましたが、水草が隠してくれると思うので気にしないことにします。どうしても素材同士が濡れてるので強固に固定することはできませんでしたが、やらないよりだいぶマシです。この補助剤見えまくり問題は、先ほどお話ししたように水草が隠してくれるようになるのを待つ予定でしたが、急遽その補助剤の上からジェル状接着剤を用いてウィローモスを活着することにしました。こうすることで完全に補助剤が隠れて見えなくなるという寸法です。あまりの荒技に自分でも考えついた時変な笑いが出たんですが、結果が良ければ全てよし。ミクロソリウムとウィローモスを処理した状態がこちら。右下のイーストカリマンタンはいい感じに茂ってるのでそのままにしました。こうやって見るとどれだけ手前の陰性水草たちが下の光を遮ってたのかがわかりますね。あまりにも明るすぎて今までいなかったように見えたレッドファントムルブラが大量に出てきました。ちなみに剥がしたウィローモスの部分は今からまた手ぐすね巻いたりするのは無理だったので、状態良さげなウィローモスを接着剤でくっつけてます。続いてまだ手をつけていない後継層のトリミングをしていきます。主にグリーンロタラが荒ぶっていたので、そこら辺をすっきりさせていければと思います。左をがっつりカットしたら右もバッサリとカット。グリーンロタラって本当育成しやすくて綺麗だしいい水草ですね。というわけで他の水草もカットしたら、あとは水面をきれいにして終了。後継層のトリミング映像はこの水槽だとマジで至難の技なのであっさり流します。というわけで全てのトリミングをした残骸がこちら。グリーンロタラは1リットルカップ2個分もりもりで、他の有形層たちも結構あります。ウィローモスに関してはピーコックモスが半量と南米ウィローモスがカップもりもり。ミクロソリウムに関してはもはやバケツ2個になってます。ちなみに動画ではお見せしてないんですが、すっきりさせるために流木もある程度間引きました。そこから有形層の使える部分を選定して長さを切り揃えた状態がこちら。この作業が毎回死ぬほど時間がかかります。こういうことしなくてもいいように水草ストックしてると言っても過言ではありません。ミリオフィラムマトグロス先生、ニードルリーフルドビジア、ロタラマクランドラはある程度量があるんですが、密かに植栽していたハイグロフィラピンナテフィダ UK は1株くらいしかまともに残ってるやつがなかったです。あとは先ほど剪定した水草たちを差し戻しします。こうすることでこのようにスッカスカになっている足元部分を茂らせられればと思います。ただここまでなっているとなかなかいい感じに生え揃わないんですよね。一度全部抜いて差し戻ししてもよかったかもしれません。というわけで長い90センチ水槽メンテナンス作業が終わりました。なかなか疲れましたが、ようやくすっきりさせることができてよかったです。正直この状態だとすごくみすぼらしくて見た目が悪すぎるんですが、レイアウト水槽をやる上ではこの丸坊主タイミングがいつか来るのでこれは仕方ない。逆に陰性水草の調子が良くて今後も期待できそうなので、
これからも維持できればと思っています。ちなみに間引いた大量の陰性水草たちはどうするのかというのはまた考えています。あれだけ綺麗に育てたので、できるだけ残しておきたいですよね。陰性水草に関しては有形草のようにお手軽水上栽培移行ができないのが悩ましいところですが、そこら辺もうまくやれればと思います。というわけで、長らくお見せしていなかった90センチ水槽も動画2本でようやく全貌が見えてきました。今後もこの水槽の行く末をお伝えしていくので、気になった方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。